こんにちは、レイウッド開発の K です。今回はですね、修理事例のご紹介ということで、実際にユーザーの方ですね、ユーザーの方からマシンをお預かりしてるんですけど、まずですね、これを見てください。かっこいいですね。この C54 ですね。C54 で、もうめちゃめちゃカスタムしてある。で、カスタムしてあるっていうことが、もう丸分かりっていうか、ちょっと、なんて言っていいか難しいんですけど、もういかにもカスタムマシンって感じで、このタイヤホイールもそうですし、あとこのトレッド、この横幅ですね、タイヤのめちゃめちゃはみ出てるんで、これ車検通んないですけどね、これ。泥よけの下に入ってないと、あれですよね、車検通んないですよね。半分以上、ほとんどタイヤが出ちゃってるんで。あとこの黄緑色の、メタリックの黄緑色の塗装ですよね。これもかっこいいですね。これめっちゃいじってありますよ。このライト、タイヤ、この辺はすぐわかると思うんですけど、あと、この塗り分けですね。ライトの、角面4灯のグリルになってますけど、この中、ちゃんとこう塗ってあって、わかりますかねこれ。この角面の中。で、このグリルも塗り分けがしてあって、この細かく、ちょっとメッキ調って感じで塗り分けがしてあって、で、あとですね、ここも細かいんですよ。ちゃんとやってあって、このテールレンズ、これもですね、クリアパーツが塗り分けして、細かく塗り分けしてあるだけじゃなくて、中にですね、多分これ、アルミテープですかね。アルミテープで、ちゃんとこう反射板みたいな、こうちょっとキラキラ光るような感じになってて、かっこいいですね。このスペアタイヤまでこんな感じになってます。これは、いいですね。ドライバーも、これあれですよね。あの人ですよね。のフィギュアが乗ってると。助手席にもこう、いますね。はい。で、今回ですね、このマシーンなんですけど、操縦している際にちょっと不具合が出てしまうということで、時々ですね、こう、音信不通じゃないですけど、ノーコンって言うとあれなんですけど、電波が届いてないような、操作が効かないような症状が出てしまうということで、ですね、まず、ちょっとそのあたりを見ていきたいんですけど、まずですね、その症状の確認をしてみたいなと思いますので、まずは動作チェックというところで、バッテリーを入れて実際にですね、動かしてみたいと思います。じゃあちょっとボンネットをですね、失礼させていただきまして、ちょっと人のラジコンって、触るの、ただでさえ怖いんですけど、これだけやってあると、綺麗に塗ってあるし、余計怖いですね。もうちょっと、僕の車みたいに、汚いといいんですけど、そんなに怖くないんですけど、これだけピカピカだとちょっと怖いですね。はい、じゃあ、ちょっと、こんな感じで、で、今回ですね、送信機が、同梱されてなかったので、ちょっとこちらのご案内が悪いですね、多分。送信機も一緒に入れてください。多分はっきり伝えられてなかったかもしれないんで。ちょっとそこは申し訳なかっただというところなんですが、ペアリングをですね、させていただいて。で、また、お手元に帰ったらペアリングし直してください。もう、ここ押すだけなんで、はい、これでペアリングしましたと。そうですね。とりあえず問題なく動いてますと。で、なった。これ動いてないですね。こんな感じで。これ、よくお預かりして、こっちで触ってみると、症状が出なかったりして、ってなる時があるんですけど、今回は症状が出ました。確かに、動いてないですね。ちょっと、いろいろ見てみたいと思います。で、これが、今、スロットルも効かない。で、ステアリングも効かないと。でも、このライトがついてるんで、通電はしてるよねっていうところなんで、なので疑わしいところとしては、なんかこうペアリングが切れちゃってるような気もするんですけど、そうですね。
なんかこれ、ペアリングが外れちゃってますね。ちょっとアンテナを一回ちゃんとしてみましょうか。こんな感じでしっかり露出させて、あ、ペアリング切れた。じゃあちょっと、これ受信機が怪しい気がするんで、受信機をですね、こちらの手持ちのものにちょっと交換して動作チェックをしてみたいと思います。はい、ちょっとですね、今こちらの手持ちの受信機に変えてみました。これでもう一回動かしてみます。でもう一回ペアリングして、これで一旦動きますと。はい。ちょっと今ですね、この机の上でいろいろテストするのが難しかったので、ちょっと別の場所でこういろいろ動かして結構時間をかけてやってみたんですけど、動きましたね。まともに動いちゃったんで、もしかすると、この受信機の不良、そもそもこの受信機に不良がありましたっていう可能性も考えられるかなというところなんですが、一応ですね、このまま、まずこれオフにして、こちらから先ほど取り外した、この元々こちらに搭載されていたこの受信機ですね。これが、その他の部分、これ以外の部分を逆にこう入れ替えたときに正常に動くのかっていうのもテストしてみたいと思います。なので、ちょっとこれ避けさせていただいて、ちょっと簡易的にですね、いつもこんなようなテストの時に使っている、まず ESC ですね。この ESC もそうですし、今から取り付けていくのは全部、当然これに搭載されていたものじゃなくて、こちらの手持ちのものですね。一応モーターもつけて、こういつもこんなようなテストするときに使ってるものです。で、サーボですね。サーボも一応つけて、で、走行用バッテリーをつけて、で、スイッチオンの、こっちですね。こっちスイッチオンで、ちょっと時間かかるんで動画上は飛ばしちゃいますけど、これでちょっとこう動きをですね、こんな感じで、ある程度時間かけて。たださっき再現した時は、こっちでその現象が起こった時は結構すぐ起こっていたんで、これで時間をかけて、ある程度ですね。ある程度動かして再現するかっていうのをチェックします。正常に動いちゃいましたね。ちょっとスイッチ切ります。これはもしかして、コネクターの差し直しで直っちゃうパターンかもしれないです。これ、一旦また外して、で、車体側ですね。もう一回ちょっと付け直します。はい、また今、このテスト用の受信機と、もともと付いていた受信機ですね、を入れ替えました。で、コネクターですね。ちょっと、今回、もうフルカスタムマシーンなんで、全部、キッチキチに入ってるんですけど、これを全部しっかりとですね、差し直しました。で、これを全部しっかりと差し直して、で、アンテナも一旦ですね、ちゃんと露出させて、これで同じく動作チェックをもう一度ですね、してみます。はい、じゃあこれでちょっと動かしてみます。そうですね。とりあえず動いたんですけど、ちょっと、これ今無負荷状態で、この上に乗せて全然負荷がない状態で動いてるっていう状態なので、念のためですね、ちょっとこの机の上ではできないんですけど、もうちょっと負荷のかかるような動作チェックもしてみたいと思います。で、ちょっと撮影ができないので、その動作チェックをしてみて、またその結果をですね、報告するような形で、動画の方では続けさせていただきたいと思いますので、お願いします。はい、その後ですね、ちょっといろいろ検証して、原因が分かった気がします。多分、これ、
その検証した結果ですね、まず。結果、もともとついてた受信機が1個目。で、もう1個、検証で使った受信機2個目ですよね。で、それでも、ちょっと、症状が出ちゃったんですよ。ちょっと軽微だったんですけど、そんなにひどい症状ではなかったんですけど、ちょっと同じような症状が出たと。で、あれと思って、3つ目も試したんですよ。もう1個受信機を用意して、それも試してみたんですけど、それは1個目の受信機と同じような症状が、もう全く同じような症状が出たっていうところで、さすがにこう3つ試して全部同じってなると受信機じゃないなというので、ちょっといろいろ見てたんですけど、最終的にですね、このコンデンサをつけられているんですけれども、多分このコンデンサがですね、ちょっと今映しづらいんですけど、結構モーターに密着しちゃってるんですね。で、この本体が密着するのはそんなに問題ないんですけど、この足ですね。足が本体に密着してると、これ良くなくてですね、ちょっと持ち上げますね。これが、ちょっと持ち上げてあげて、プラス側、赤い線が繋がってる方は、足が缶に触れてもいいんですけど、黒いコードが繋がってる方っていうのは、足がですね、缶に触れちゃダメなんですよ。で、足は、これ直接触れてなかったんですけど、このハンダ付けした、なんていうのかな。ハンダ付けしてちょっと盛り上がってる部分が、ちょっと缶に触れてたんですよ。で、ちょっと今これ起こしてあげたら、マイナスドライバーこう入れて、ちょっとグッと起こしてあげたら、離すことができたので、これで多分治る気がします。これが悪さしてたっていう感じですね。そうですね。これでちょっと起こしたら、完全に剥がれたんで、剥がれたとか、離すことができたので、これで動くんじゃないかな。はい、じゃあちょっとまた、ベンチに乗せて、スイッチ入れて、これで、ちょっと動かしてみますね。これ今一番最初についてた受信機に戻してあるんですけど、これですね。これが一番最初についてた不具合あるかもなと思ってたんですけど、その受信機をつけて、動かしてるんですけど、今のところ大丈夫そうですね。うん、これで多分治ったっぽいので、ちょっと一旦これで元に戻して、で、もちろんその状態でですね、ちゃんと動くかっていうのもテストしてみたいと思います。はい。というわけで、ボディをちょっと一旦戻して、で、この LED ですね。これもつけた状態で、まだちょっとバンパーは戻してないんですけど、まあ、これは、動作チェックして問題ないなというのが分かったら戻しますという前提なんですが、一旦これで、元通りですね。この、まあ、バンパーついてるんですけど、機能的には元通りになりましたので、これでちょっと動作チェックを、させていただきたいなと思います。そうですね。大丈夫そうですね。で、ちょっとまた、これも、同じく、ちょっと負荷をかけた状態で動作チェックをしてみます。ちょっと、動画外でですね、動画外でやっていきます。はい。というわけで、バンパーも元に戻して、これで元通りで、まあ、おそらく、これでですね、動作的にも問題ない状態に治ったかなと思います。あとちょっと気になった点として、このビスが、多分、単純に付け忘れちゃった感じだと思うんですけど、ここがなかったので、ここはちょっと追加しておきます。ここですね。あ、ネジがちょっと効かない感じか、これ。なんか一回太いネジかなんか入れちゃったのかな。あ、そっか。ネジが効かないから、つけてないんですかね。まあ、ここ、つけなくても多分大丈夫。大丈夫だとは思うんですけど。一応若干ネジ効くので、一応いらなかったら外してくださいね。つけときます。あと、ここがちょっと割れちゃってたんで、このフォグランプ
なのかな、ここのクリアパーツですね。確かにつけたり外したりするときに結構気をつけないと割れちゃうので、今回せっかく動画にご出演いただきましたので、そのお礼も兼ねて、これか。このパーツですね。これ一応3つついてますので、これもおまけで、リアもたまにこれ走らせてるうちに、知らないうちになくなっちゃったりしてるじゃないですか。なので、これの予備として、これも今回ですね、これを送り返させていただくときに、これもちょっと一緒に同梱させていただければと思います。はい。というわけで、今回ですね、一応治りましたと。で、このマシンですね。最初の方でもちょっとご紹介したんですけど、めちゃくちゃいじってあって、カラーリングもかっこいいですし、で、これで、問題なく走れるようにはなったと思いますので、ぜひこれでですね、また、たくさん遊んでいただければと思います。あと、いじってて気づいたんですけど、ここのビスとかもなんかかっこいいメッキのやつになってるんで、多分これ変えてますよね。なんかこういう細かいおしゃれもいいですね。このワイパーとかも多分これ、なんだろうこれガンダムマーカーのメッキのやつぐらい光ってますね。違う塗料かもしれないですけど、こういうところ、あとここか、この辺とかもおしゃれですね。なんか僕普段こういうイケイケな感じのやつ、イケイケの塗装、あんまりしないんで、あれなんですけど、いや、こういうのもいいですね。ちょっと今度こういう感じのやつやってみようかな。ウッド社長も好きそうですけどね、こういう、もう派手派手イケイケみたいな。いいですね。はい、というわけで今回の動画ですね、修理事例ということで、問題の切り分け方だったり、僕はあんまり上手に今回できなかったと思うんですけど、問題の切り分け方だったり、あとはその原因だったりっていうところ、少しでも参考になればと思って動画にさせていただきました。では今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。